こんにちは、メイです。前回は風太のテント周りを整備したので、今回はその奥に住宅街を作っていきます。この裏に住宅街と気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速道を無視して進んでいきます。今は雑草をめがけて走っています。はい、到着。ここから見える範囲を住宅街に作り変えていきます。マップだとこの辺りです。広範囲を一気にクリエイトしすぎて、ストロン島も残すところあと5回ぐらいで終わりそうですね。まずは住宅街前の道路から。何事にも先にまっすぐな道を敷きます。それ以外だとちょっと難しいので、いつもまっすぐです。住宅街への入り口の道です。ここからしか入れないようにします。今日も大好きな草を道の上側につけていきます。私のクリエイトには欠かせない相棒です。住宅街のエントランスの道ができたので飾り付けます。今回は自然と共存する住宅街にしていくので、木とか草とかできるだけ生やします。ちなみにこのエントランスは以前紹介した柵の組み合わせ特集で紹介したものを使っています。2年越しにようやく島クリエイトに組み込むことができました。概要欄にリンクを貼っておくので、組み合わせが気になる方はぜひ一緒にご覧ください。エントランスも住宅街も含め全て左右対称にしていきます。整備されててこれぞ街という雰囲気を出したいときは、みんなでお揃いにするといい感じになりやすいですね。鉄の柵の蔵を立てていきます。あえての一マスずらしという小技です。住宅街必須の街灯。これがないと住宅街が始まらないですね。住宅街のエントランスがちらっとできました。後でさらに飾り付けます。住宅街のロータリー交差点部分を作っていきます。ただ丸い道路を作りたいだけなのですが、正式名称がわからず、多分ロータリー交差点かなと思っています。駅前とかによくある道路だと思うのですが、日本語で何て言うのかわかりません。生活に密着しているのに意外と知らない道路の名称だなと思いながら敷いています。正直どうでもいい話ですね。この丸い道路だけはほぼカットせず、早送りでお送りしております。本日のメインといっても差し支えないですからね。丸い道路といってもカクカクしてしまうので、正式には丸でもないですが、自分の中では OK です。丸い道路ができました。ここから住民を呼び込み、そして木が足りないので木を植えていきます。最初に引っ越し、皆の長となれるのはミカッチです。住宅街は長く住み始めた人から年功序列社会です。広葉樹がシトロン島から消えたので、新しく植え直します。季節の気分的に秋にしたいので、そういう時は広葉樹一択なんですよね。反対側も同じように木を植えていきます。ちょっと順番が前後しますが、住宅街の後ろに崖を作っていきます。演出の都合上の問題ですね。崖は横30マスぐらい、縦は5マス、川の近くだけ縦6マスです。川を作っていきます。滝は2マス、川幅は縦横4マスです。石の橋をかけていきます。この後、木の成長記録と住宅街の移設の様子をご覧ください。住民の誘致に成功したので、それぞれの玄関先を整備します。またまたマイデザインタイムです。4軒とも同じように扉の近くは草を生やし、その下はレンガを敷いていきます。草地に飛び石のマイデザインのこともよくご質問いただきますが、これは猫さんのマイデザインが好きすぎて、勝手に描いたものなので投稿はしません。私が描いたものはクオリティに問題があるので、本家の方で飛び石が出たら差し替える予定です。ミカッチの家から反時計回りにボブ、ナッキー、リチャードが住んでいます。序列はミカッチ、ボブ、リチャード、最後にナッキーです。ミカッチとナッキーが喧嘩しそうですね。
なぜこの住民を選んだかというと、島クリエイトに差し支える位置にいたからという理由です。マイデザインが敷けたので奥から飾り付けていきます。崖肌が見えると整備されている感が失われるので、縦板の柵を立ててお気持ち程度を隠します。憩いの花を植えていきます。皮をまっすぐに掘ります。それしか割れないですからね。自然と共存している雰囲気を漂わせていきます。今までは森が少なすぎて動物の森ではなく動物の海になってしまっていたので、この島に森を取り戻そうと思っています。パラソル付きテーブルを置けば何でもおしゃれになると思っているので必須です。反対側も同じように森を取り戻す運動をしていきます。シンメトリーになるように家具を置いていきます。本当かどうかは知りませんが、左右対称は魔除け的な意味もあるらしいので、ここの守りはかなり硬そうですね。奥の住宅ができたので次は真ん中を作ります。手洗い場、スクエアなバスタブを置いて湧き水風に。イメージはこんな感じでしたが全然違いますね。周りを金木犀で囲んでいい香りに。キューブライトをレンガでリメイクしたものを周りに飾っていきます。電源を切るとオブジェっぽくなりますね。真ん中の湧き水エリアができました。蛇口をライオンにしたいですね。手前側の住宅の飾り付けをしていきます。入れないところは最初から入れないようにします。手前の住宅にもテーブルと椅子を置いてちょっと庭っぽく忘れ物を返していきますね。左のリチャードハウスも右と同じように作っていきます。家の扉の位置の関係上、左側の家の方が若干お庭が広いですね。こちらの家の方が少し価格が高そうです。ウォータービューとゾウさんのじょうろを置いていきます。住宅街の内側ができました。この部分の隙間が気になるので少しだけ調整します。高さのある灯台を橋の後ろに置いて川を少し拡張します。橋の近くから見るといい感じになりました。奥になんか見えるような見えないような感じですが、これで完成です。丸い道路のある住宅街のクリエイトはいかがだったでしょうか。珍しく水浸しじゃないなぁと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。